昔々、江戸の裏長屋に、清兵衛という、正直者で知られたくず屋が住んでおりました。ある日のこと、清兵衛は、貧しい暮らしをしている浪人のもとを訪れ、古い観音像を譲り受けることになりました。2両というわずかなお金と引き換えに、清兵衛はその観音像を大切そうに麻袋へと収めます。この小さな観音像が、やがて思いもよらぬ騒ぎを呼ぶことになろうとは、この時の清兵衛は、まだ知る由もございませんでした。空には、柔らかな昼の光が満ち、路地の井戸端から水を汲む音がことこと静かに聞こえてまいります。長屋の路地には洗濯物がゆらゆらと風にはためいており、どこからか赤子をあやす声が優しく聞こえてまいります。清兵衛の足取りはいつも通り軽やかなものでございました。今日はそんな正直者ばかりが登場する井戸の茶碗というお話でございます。どうぞ目を閉じてゆっくりお聞きくださいませ。浪人の住まいは質素な人までございました。畳の上に正座した浪人は古びた観音像を両手に捧げ、清兵衛にそっと差し出します。暮らしのために手放すことにいたした。その声にはいくらかの寂しさがにじんでおりました。清兵衛はその様子を見て精一杯の2両をうやうやしく差し出したのでございます。あんどんの淡い明かりが二人の間に静かに揺れており、障子の外では風がひそやかに通り過ぎておりました。浪人の部屋にはほとんど家財らしいものが見当たらず、ただ静けさだけが漂っておりました。清兵衛はそのつつましい暮らしぶりにそっと胸を痛めておりました。観音像を麻袋に収め、清兵衛は長屋への帰り道をのんびりと歩いておりました。すると、とある武家屋敷の門のあたりで、若い武士に呼び止められます。屋敷の主は、高木様と申す、律儀なお武家でございました。若い武士は、麻袋の中の観音像に目を留めると、大層感心した様子で、300文を差し出し、それを譲ってほしいと申し出たのでございます。清兵衛は、再びの商いに、深々と頭を下げました。門前の松の木が、風に、さわさわと揺れておりました。門前の砂利道を、清兵衛の草履の音が、サクサクと、静かに響いてまいります。若い武士の眼差しには、道具を見る目の確かさが、伺えるのでございました。屋
屋敷に戻った若い武士は、早速観音像の汚れを柔らかな布で丁寧に磨き始めました。ところが、磨いているうちに、台座の部分が小鳥と小さな音を立てて動いたのでございます。おや、と思う間もなく、宙から小判が数枚、パラパラとこぼれ落ちてまいりました。若い武士は目を大きく見開き、しばらくの間、その光景に見入っておりました。行燈の明かりに小判がキラキラと光り、庭先では虫の声がリンリンと静かに響いておりました。屋敷の庭では鳥たちがのんびりとさえずっており、そののどかさとは裏腹に、若い武士の胸の内は大きく波打っておりました。若い武士は深く思案いたしました。これは元の持ち主のものであろう。返さねばなるまい。そう考え、早速人をやって清兵衛を屋敷に呼び戻したのでございます。清兵衛が縁側にかしこまりますと、若い武士は小判の包みをそっと差し出しました。これを元の浪人殿に届けてやってはくれぬか。清兵衛はその律儀さに思わず頭を下げたのでございました。縁側越しに夕暮れの光が柔らかく差し込んでおりました。清兵衛は思いもよらぬ知らせに目を白黒させておりました。屋敷の庭の松の木が風に静かに揺れております。清兵衛は早速浪人のもとへと小判の包みを届けに参りました。ところが浪人は静かに首を横に振ります。あれはすでに売り渡したもの。今さら受け取るわけには参らぬ。きっぱりとした声でございました。清兵衛は板挟みになってしまい、額に汗をにじませながら、ただうろうろと二つの屋敷の間を行き来するばかりでございます。行燈の明かりだけがそんな清兵衛の姿を静かに見守っておりました。浪人の声には貧しくとも筋を通そうとする確かな心構えがにじんでおりました。障子の外では夕暮れの光が次第に弱まってまいります。困り果てた清兵衛は長屋の大家のもとへと相談に参りました。大家は腰の曲がった体でキセルを一吸いすると穏やかにこう申します。それならば両方に等しく分けて収めてはどうかね。清兵衛はその知恵になるほどとうなずきました。ですが若い武士はそれでもなお
浪人への申し訳なさが心に残っていたのでございます。縁側の外では夕暮れの風が静かに吹き抜けておりました。大家の言葉には長年の暮らしから得たしみじみとした知恵がこもっておりました。縁側の外を赤とんぼがすいと横切ってまいります。そこで若い武士は家に代々伝わる一つの茶碗を差し出すことにいたしました。素朴な佇まいの古びた茶碗でございます。清兵衛はそれをふくさに包み、うやうやしく両手で捧げ持ち、再び浪人のもとへと運んでまいりました。浪人は思いがけない品にしばし言葉を失っておりましたが、やがて静かに受け取ったのでございます。行燈の明かりがその茶碗をほんのりと照らしておりました。浪人の手のひらの上で茶碗はひんやりと静かな佇まいを見せておりました。行燈の明かりがその縁を柔らかく照らしております。後に浪人がその茶碗を官邸に出しましたところ、驚くべきことがわかりました。それは遠く朝鮮より渡ってきた大変な名品、井戸の茶碗であったのでございます。鑑定士はろうそくの灯のもとでその茶碗をためつすがめつしながら思わず息を飲んでおりました。ただの古い茶碗だと思っていたそれが計り知れない値打ちを持つ品であったとは誰も思いもよらぬことでございました。ろうそくの炎がゆらゆらと静かに揺れておりました。鑑定士の傍らでは弟子たちが息を潜めてその様子を見守っておりました。ろうそくの灯だけが静かに部屋を照らしております。名品と分かった茶碗にはそれにふさわしい大きな根がついたのでございます。するとまたしてもこの儲けをどう分けるかという話になり、清兵衛は再び二つの屋敷の間を行きつ戻りつすることになりました。正直な人ばかりが登場するなんとも温かい人情話でございます。夕暮れの空が静かに茜色へと染まり、遠くの街並みから夕げの煙が細くまっすぐに立ち上っておりました。夜の帳が降りる頃には辺りはすっかり静けさに包まれておりました。古典落語井戸の茶碗でございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。
昔々、江戸の町にじんべえという道具屋が営む小さな店がございました。じんべえは腕のいい道具屋というよりも、どちらかというと目利きの下手なことで知られておりました。ある日、じんべえはほこりをかぶった古い太鼓を一つ仕入れて帰ってまいります。店先に置かれたその太鼓は皮もすっかり色あせて、あまり立派とは言えない代物でございました。それでもじんべえは何か気になる様子で太鼓を眺めておりました。障子の外には夕暮れの淡い光が差し込み、通りの向こうから蕎麦屋の呼び声がのんびりと聞こえてまいります。店の奥にはこれまでじんべえが買い集めた品々が所狭しと並んでおり、そのどれもがあまり売れずにひっそりと埃をかぶっておりました。それでもじんべえは一向に気にする様子もございません。今日はそんな古びた太鼓にまつわる火焔太鼓というお話でございます。どうぞ目を閉じてゆっくりお聞きくださいませ。じんべえが小太鼓を運び込んでまいりますと、女房は呆れた顔で腰に手を当てました。また外れを買ってきましたね。口を尖らせながらそういうのでございます。じんべえは悪びれる様子もなく太鼓を店の隅にそっと置きました。店の中には古い皿や壺が所狭しと並んでおります。あんどんの明かりがそれらの品々を柔らかく照らしており、外では夕暮れの風がそよそよと静かに吹き抜けておりました。じんべえはそんな女房の小言を右から左へと聞き流しながら太鼓の胴をなで回しておりました。夕暮れの空が次第に藍色へと染まってまいります。女房のため息をよそに、じんべえは畳の上に太鼓を据え、布で丁寧にコツコツと磨き始めました。長年のほこりが落ちるたび、太鼓の胴に彫られたささやかな模様が少しずつ姿を現してまいります。夕方の障子越しに柔らかな光が差し込み、じんべえの手元を静かに照らしておりました。女房は隅の方でやれやれといった顔でその様を見守っており、外では遠くの寺の鐘がボーンと一つ響いておりました。布を持つじんべえの手つきは思いのほか丁寧なものでございました。磨けば磨くほど太鼓の胴には深みのある艶がほんのりと浮かび上がってまいります。
すっかり磨き上げたジンベエはふと思いつきました。売り物になるかどうか試しに一つ叩いてみるか。そう言って両手でバチを持ち太鼓をドンと打ち鳴らします。思いのほか深くよく響く大層良い音色でございました。通りを行く人たちも驚いた顔で思わず立ち止まるほどでございます。ジンベエはその響きに少し気をよくしてにっこりと笑っておりました。夜の帳が降り始めた通りに太鼓の余韻がしばらく漂っておりました。近所の子供たちまでもがその音色に誘われて店先に集まってまいりました。ジンベエは得意げにもう一度バチを振り上げたのでございます。あくる朝のことでございます。店先に凛々しい身なりの使者がすっと姿を現しました。大名家に仕える使いの者だと申します。ジンベエは慌てて店の中から飛び出してまいりました。女房も奥からそっと顔を覗かせております。青空の下、使者の姿はなんとも堂々とした佇まいでございました。表通りを行き交う人たちも思わず足を止めてその姿を見つめておりました。店の中では女房がたすき掛けのままそっと様子をうかがっておりました。使者の足元には朝露に濡れた草履の跡がうっすらと残っております。使者は静かにこう申しました。昨日ここから聞こえた太鼓の音を殿が大層お気に召された。ぜひ譲っていただきたい。ジンベエは思いもよらぬ話に口をポカンと開けたまましばらく言葉が出てまいりませんでした。太鼓は畳の隅に静かに鎮座しております。障子の外には朝の柔らかな光が満ち、庭先の木々が風にさわさわと揺れておりました。ジンベエは額の汗を手の甲で拭いながらなんとか言葉をひねり出そうといたしました。店の外では朝のにぎわいが次第に大きくなってまいります。寝を尋ねられたジンベエはすっかり気遅れしてしまい、震える指を一本立ててこう申しました。その一両でいかがでございましょう。あまりに安すぎるねに我ながらどぎまぎしながらの申し出でございます。使者はしばらく黙ってジンベエの顔を見つめておりました。行灯の明かりがゆらゆらと静かに揺れており、店の外では朝のにぎわいが
遠くの方から聞こえてまいりました。使者は静かにけれどしっかりとした口ぶりでその言葉を繰り返しました。ジンベエの胸の内は驚きと戸惑いとでいっぱいでございました。使者は静かに首を横に振りました。それではあまりに安すぎましょう。300両ではいかがか。ジンベエは思わず仰天いたしました。目を大きく見開いたまましばらくの間声も出せずに固まっていたのでございます。畳の上に大きな小判の包みがそっと置かれ、行燈の明かりがその包みをほんのりと照らしておりました。店の中にはしばらくの間誰も口を開くものがなく、ただ静かな時間だけが流れておりました。障子の外では朝の光がますます明るくなってまいります。後に分かったことでございますが、あの古びた太鼓は実は火焔太鼓と呼ばれる大層名高い品であったのでございます。ジンベエは畳の上に積まれた300両の小判をただただ呆然と見つめておりました。目利き下手であったはずのジンベエが思いがけず大きな服を引き当てたのでございます。障子の外では夕暮れの光が柔らかく差し込み、遠くの街並みが静かに茜色に染まっておりました。近所の人たちもこの噂を聞きつけて口々に大したものだと褒めそやしておりました。ジンベエはそれでもどこか照れくさそうにしておりました。女房はその様子を見て口元にそっと笑みを浮かべました。これからは音の出るものだけを買っていらっしゃいな。そうつぶやく女房の声が静かな店の中に優しく響いております。店先にはあの古い太鼓と並んで小さな鈴や笛がひっそりと並んでおりました。夕暮れの空が次第に藍色へと染まり、遠くで一番星がぽつりと静かに瞬き始めておりました。店先の行燈にはぽつりと明かりが灯されておりました。古典落語火焔太鼓でございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。昔々、江戸の裏長屋に長兵衛という腕のいい左官が住んでおりました。
ある夜のことでございます。吾妻橋のたもとで、一人の若者が思い詰めた様子で、欄干にそっと手をかけておりました。星が瞬く夜空の下、隅田川の水面が静かに光っております。通りかかった長兵衛がはっとしてその若者のもとへ急いで駆け寄ってまいりました。この出会いが後に大きな幸いを呼ぶことになろうとは、その時の二人はまだ知る由もございませんでした。橋の下を流れる水音がさらさらと静かに響いております。橋のたもとには夜露に濡れた石畳がひんやりと光っており、行き交う人影もまばらでございました。長兵衛の懐にはまだ温かな娘の思いがしっかりとしまわれております。今日はそんな50両を見ず知らずの若者に渡した男の心温まる文七もっといというお話でございます。どうぞ目を閉じてゆっくりお聞きくださいませ。話はその日の少し前に遡ります。長兵衛は腕は確かな盛んでございましたが、博打にのめり込んでしまい、借金がかさんで、暮らしはすっかり日の車でございました。薄暗い長屋の人まで、長兵衛は頭を抱え、ただ、長いため息をついております。傍らでは、娘のおひさが、そんな父の姿を、心配そうに、じっと見つめておりました。行灯の明かりが、二人の影を、静かに照らしており、外では、夜風が、ひゅーと、一つ吹き抜けていきました。隣の部屋からは、近所の子供の寝息が、スースーと、かすかに聞こえてまいります。長兵衛は、そんな静けさの中で、ただ、じっとうつむいておりました。娘のおひさは、親を思う一心から、ある決意をいたしました。吉原の店へ、自ら身を寄せることにして、そこから50両というお金を借り受けてきたのでございます。旅立つ夜、おひさは帯をきりりと締め直すと、両手に紙包みを大切そうに抱え、うつむきがちに家を後にしてまいります。長兵衛は目を大きく見開き、こみ上げる涙をぐっとこらえておりました。行灯のともりがそっと揺れ、路地の向こうにおひさの後ろ姿が次第に小さくなっていきました。見送る長兵衛の目にはこらえきれぬ涙がじわりとにじんでおりました。夜風が路地の明かりをゆらゆらと揺らしております。娘の思いのこもった50両を懐に忍ばせ、長兵衛は
隅田川沿いの道を家路へと向かっておりました。感謝とこれまでの自分への反省とが胸の内で入り混じり、長兵衛は懐をそっと押さえながらうつむきがちに歩いてまいります。星空の下、遠くに灯る提灯の明かりがゆらゆらと水面に映り込んでおりました。夜風がひんやりと頬をなでてまいり、川面を渡る風の音だけが静かに響いておりました。行き交う人の姿もない夜更けの道でございます。長兵衛の下駄の音だけがカランカランと静かに響いておりました。吾妻橋のたもとまで来たとき、長兵衛はあの若者の姿に気づいたのでございます。若者は文七と申し、商家に仕える手代でございました。集金してきた50両をうっかり落としてしまったと申します。悲しみのあまり、川へ身を投げようとしていた文七を長兵衛は慌てて両手で抱き留めました。星々が二人の頭上に静かに瞬いており、橋の下の水音だけがいつまでもさらさらと流れておりました。文七の着物は川風に煽られてバタバタと音を立てておりました。長兵衛はその肩をしっかりと掴んで離しません。長兵衛の胸の内には迷いが渦を巻いておりました。娘が身を売ってまで用意してくれた大切な50両、それを見ず知らずの若者に渡してよいものかどうか。けれど目の前で一つの命が消えようとしております。長兵衛はしばらくの間じっと空を見上げておりましたが、やがて懐からそっとあの紙包みを取り出したのでございます。夜風が二人の間を静かに吹き抜けておりました。橋の欄干にそっと手をかけたまま、長兵衛はしばらくの間みじろぎもせずにおりました。夜のしじまが二人を静かに包んでおります。長兵衛は震える手で紙包みを文七の手にそっと押し付けました。取っときな。それだけを言い残すと、長兵衛は振り返ることなく夜の道を駆け去っていったのでございます。文七はその場に膝をつき、両手で紙包みをしっかりと抱えたまま、しばらくの間呆然と立ち尽くしておりました。星空の下、川のせせらぎだけが静かに響いており、遠くの町から犬の遠吠えがかすかに聞こえてまいりました。文七の目からは大粒の涙がポロポロとこぼれ落ちておりました。
長兵衛の後ろ姿は夜の闇の中に次第に溶け込んでいったのでございます。あくる朝のことでございます。文七の仕える店のご主人が長兵衛の長屋をわざわざ訪ねてまいりました。実は落としたはずのお金は取引先にうっかり置き忘れていただけで無事に見つかっていたのだと申します。長兵衛は目を丸くしてその話に耳を傾けておりました。朝の柔らかな光が長屋の路地に静かに差し込み、井戸端でスズメたちがチュンチュンと鳴いておりました。路地には朝のすがすがしい空気が満ちており、どこからか味噌汁の匂いがふわりと漂ってまいりました。長兵衛は思わず身を乗り出しておりました。ご主人は長兵衛の心意気に深く感じ入り、心からの礼を述べました。そして娘のおひさを吉原から身請けして家まで連れ帰ってくれたのでございます。久しぶりに再会したおひさは畳に手をつき涙を浮かべております。長兵衛も両手をついてしゃくり上げながら娘の無事な姿をいつまでも見つめておりました。行灯の明かりが親子の姿を暖かく照らしておりました。長屋の路地には暖かな朝の光がいっぱいに差し込んでおりました。近所の人たちもその様子をそっと見守っておりました。このご縁がもとで文七とおひさの間には温かな絆が結ばれてまいりました。ご主人の店で扱うまげを結うための紐もっといが二人を取り持つ縁となり、やがてめでたく夫婦となったのでございます。夕暮れの空の下、軒先に吊るされた赤いもっといの紐が風にゆらゆらと揺れておりました。長兵衛もその様子を目を細めて遠くから見守っておりました。人情話の名作、夜のしじまの中、遠くで川のせせらぎだけがいつまでも静かに響いておりました。古典落語、文七もっといでございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。昔々、江戸の裏長屋に熊五郎という左官が女房のお辰と静かに暮らしておりました。3年前から一人息子の亀吉を大きな商家へ奉公に出しております。
今夜はその亀吉が久しぶりに家へ帰ってくる日の前の晩でございました。熊五郎は布団の中で幾度も寝返りを打ちながらなかなか寝つくことができません。障子の外にはしんしんと正月の雪が降り積もっており、遠くで除夜の鐘の余韻がまだかすかに残っているようでございました。台所の隅には正月用の小さな鏡餅がちょこんと飾られており、あんどんの明かりがそれを柔らかく照らしております。熊五郎の心は明日のことでいっぱいでございました。今日はそんな3年ぶりに帰ってくる息子と不器用な父親の温かなやぶ入りというお話でございます。どうぞ目を閉じてゆっくりお聞きくださいませ。江戸の町にはやぶ入りと呼ばれる懐かしい習わしがございました。奉公に上がった若者たちが半年に一度実家へ帰ることを許される特別な日でございます。町のあちらこちらでは晴れ着に身を包んだ若い衆がそれぞれの実家を目指していそいそと歩いておりました。青空の下、屋根にはまだうっすらと雪が残っており、通りには正月らしいのどかな空気が満ちておりました。熊五郎もこの日を指折り数えて待っていた一人でございました。町のあちこちから笑い声や下駄の音がにぎやかに聞こえてまいります。熊五郎はそんな正月らしい町の様子を思い浮かべながら指折り日を数えておりました。朝を迎えた熊五郎はそわそわと落ち着きません。着物の襟を何度も直しては鏡を覗き込みまた直すを繰り返しておりました。台所では女房のおたつがたすきかけで魚を焼いており、香ばしい匂いがふわりと部屋に満ちてまいります。湯気がゆらゆらと天井の方へと立ち上っており、外では鳥の声がチュンチュンとのどかに響いておりました。熊五郎の落ち着かない様子をおたつはくすりと笑いながら見守っておりました。台所の窓からは朝の光が眩しいほどに差し込んでおりました。熊五郎は何度も同じ場所を行ったり来たりしながらそわそわと落ち着きません。熊五郎は畳の上で腕組みをしながら何を話そうかと一人で思案しておりました。まずは飯を食わせて、いや先に湯屋へ連れて行くべきか。指を折りながらぶつぶつとつぶやく熊五郎の姿におたつは思わず笑みをこぼしております。
障子の向こうから差し込む正月らしい澄んだ光が部屋の中を柔らかく照らしており、遠くで羽根つきの音がパンパンと軽やかに響いておりました。おたつはそんな熊五郎の様子を微笑ましく見つめておりました。障子の外では正月らしいのどかな物音がかすかに聞こえてまいります。昼をだいぶ回った頃、玄関先に人の気配がいたしました。3年ぶりに帰ってきた息子の亀吉でございます。すっかり小ざっぱりとした身なりで、少し緊張した面持ちで、敷居をまたいでまいりました。熊五郎とおたつは、思わず目を見開き、しばらくの間、言葉もなく、その姿を見つめておりました。障子の外では、風が静かに雪をなでており、屋根に積もった雪が、さらさらと、かすかな音を立てて滑り落ちておりました。路地には、正月の飾りが、あちらこちらに見受けられ、暖かな日差しが、そっと差し込んでおりました。二人の胸の内には、期待と緊張とが入り混じっておりました。3年の間に亀吉はすっかり立派に成長しておりました。あまりの変わりように熊五郎はいざ話そうとした言葉が喉の奥でつかえてしまい、うまく出てまいりません。ただ視線をキョロキョロとさまよわせるばかりでございます。おたつは涙をにじませながら息子の顔をいつまでもそっと見つめておりました。行灯の明かりが3人の影を柔らかく照らしており、部屋にはしばらくの間温かな沈黙が流れておりました。部屋の中にはしばらくの間温かな沈黙だけが流れておりました。おたつの目からは嬉し涙がほろりとこぼれ落ちております。やがて亀吉は居住まいを正すと深々と頭を下げました。そして懐からそっと紙包みを取り出し、畳の上に置いたのでございます。中を覗きますと小判が数枚光っておりました。数えてみますと5両もの大金でございます。熊五郎とおたつは思わず目を見開き、しばらくの間声も出せずにおりました。行灯の明かりがその紙包みをほんのりと照らしておりました。熊五郎はその紙包みをしばらくの間じっと見つめておりました。行灯の明かりがゆらゆらと静かに揺れております。
熊五郎の胸の内にふと嫌な考えがよぎりました。眉間にシワを寄せ、亀吉の顔をじっと見つめます。まさかお店のお金をこっそりくすねてきたんじゃあるまいな。亀吉は驚いた顔で慌てて首を横に振ります。おたつも両手を胸の前で組み、心配そうに二人のやりとりを見守っておりました。障子の外では雪がしんしんと静かに降り続いておりました。部屋の中にはしばらくの間緊張した空気が漂っておりました。おたつはハラハラとした面持ちで二人を見守っております。亀吉は畳に手をつき、必死になって申し開きをいたしました。違います。奉公先で飼っておりましたネズミが富くじに当たったのでございます。そう言って懐から小さな富くじの札を取り出してみせます。熊五郎とおたつはあまりに意外な話に口をポカンと開けたまましばらく言葉を失っておりました。行燈の明かりのもと、その小さな札だけが静かに畳の上に置かれておりました。熊五郎とおたつはしばらくの間顔を見合わせたまま言葉を失っておりました。障子の外では雪が静かに降り続いております。やがて熊五郎は目にじんわりと涙をにじませ、しみじみとつぶやきました。ネズミのおかげで親孝行か。その声には息子への深い愛おしさがあふれておりました。障子の外では雪がいつまでもしんしんと降り続いており、裏長屋の軒先で小さなタコが静かに揺れておりました。遠くから正月らしい笑い声がかすかに聞こえてまいります。遠くから正月らしいのどかな物音がかすかに聞こえてまいりました。古典落語やぶ入りでございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。昔々、ある禅寺に一人の和尚様が住んでおりました。ここしばらくお腹の具合が優れず、床に伏せっておりましたので、里からお医者様を呼ぶことになったのでございます。お医者様は和尚様の枕元に座り、優しい声でぽつりと一言尋ねました。天色はございますか。和尚様は聞いたことのない言葉に内心首をかしげてしまいます。
障子の外には昼の柔らかな光が静かに差し込み、庭先では鳥のさえずりがのんびりと響いておりました。床の間には季節の花がそっと生けられており、部屋の中には暖かな線香の香りがほのかに漂っておりました。お嬢様はその香りにいくらか心を落ち着けておりました。今日はそんな知ったかぶりが招いたちょっぴりおかしな天色というお話でございます。どうぞ目を閉じてゆっくりお聞きくださいませ。お医者様は穏やかな笑顔のままもう一度静かに尋ねました。天色は出ますかと申しております。お嬢様は畳の上でしばらく首をひねっておりました。天色とは一体何のことであろうか。長年学問を積んできたお嬢様でございますが、この言葉だけは聞き覚えがございません。それでも知らないとはなかなか言い出せぬものでございます。枕元の薬筒からほのかな湯気がゆらゆらと立ち上っておりました。障子の外ではのどかな昼の風がそよそよと吹いており、庭の木々が静かに揺れておりました。お嬢様はしばらくの間腕組みをしたまま考え込んでおりました。お嬢様は扇子をゆっくりと広げながら悠然とした様子で答えました。ああ、天色ですか。ございますとも。ただいま、あいにく手元には置いておりませぬが、まるでそれが道具か何かのようにもっともらしく申したのでございます。お医者様は少し首をかしげながら、それでもうなずいておりました。畳の隅で湯飲みから湯気が一筋静かに立ち上っており、障子の外では風がそよそよと静かに吹いておりました。お医者様の目にはいくらかの戸惑いが浮かんでおりましたが、それでも穏やかな態度を崩しませんでした。庭先では蝶々が一羽のんびりと待っております。それではまた後ほど伺いましょう。そう言い残してお医者様が帰っていきますと、お嬢様はこっそりと小坊主の珍念を呼び寄せました。庭の方からまだ幼さの残る珍念が小さな足音を立ててとことこと歩いてまいります。障子の外にはのんびりとした昼の風が静かに吹き抜けており、庭の木々の葉がさらさらと
かすかな音を立てておりました。山門をくぐる陳年の後ろ姿を和尚様はしばらくの間じっと見送っておりました。庭先の木々が風にさわさわと揺れております。和尚様は陳年に向かってしかつめらしい顔で申しつけました。これから町へ行って天色というものを借りてまいれ。陳年は元気よく「はい」と答えたものの、内心では全く見当がつきません。それでも和尚様の言いつけとあらば断るわけにはまいりません。陳年は額にうっすらと汗をにじませながら草履を突っかけて外へと駆け出していったのでございます。山門の向こうに昼下がりの町の様子がぼんやりと見えておりました。町へ向かう陳年の足取りは思いのほか軽やかなものでございました。道端の草花が風に揺れてさわさわと音を立てております。陳年は町のあちらこちらを訪ね回りました。けれど誰に聞いても天色などという言葉を知っている人は一人もおりません。困り果てた陳年は通りの一角にある酒屋の店先に立ち寄りました。両手を胸の前で組み、店の主に丁寧に頭を下げて尋ねます。天色というものをご存知でございましょうか。夕暮れ前の柔らかな光が通りに差し込み、遠くで豆腐屋の売り声が豆腐い豆腐いとのんびり聞こえてまいりました。町の人たちは口々にそんな言葉は聞いたことがないと首をかしげるばかりでございました。陳年の額にはじわりと汗がにじんでおります。酒屋の主はしばらく考えた後、ポンと手を打ちました。ああ、それはきっと手記のことだろうよ。とっくりのことに違いない。まことしやかな口ぶりでそう教えてくれたのでございます。陳年はなるほどとすっかりと苦心して目を輝かせました。酒屋の店先にはとっくりがずらりと並んでおり、夕暮れの光がその表面をほんのりと照らしておりました。陳年はなるほどなるほどと何度もうなずきながら大切そうにとっくりを受け取りました。夕暮れの光が通りをほんのりと橙色に染めております。陳年は大喜びで寺へ駆け戻り、とっくりを一つ両手でうやうやしく差し出しました。
お嬢様、これが天式でございます。お嬢様は得意げにうなずくと、ちょうどそこへやってきたお医者様に、そのとっくりをうやうやしくて渡したのでございます。お医者様は思いがけない品に目を丸くしており、部屋の中にはしばらくの間不思議な静けさが漂っておりました。陳年は得意げな顔でお嬢様のそばにちょこんと座っておりました。障子の外では夕暮れの風が静かに吹き抜けております。お医者様はしばらくとっくりを眺めておりましたが、やがてこらえきれずにふふと笑いをこぼしました。お嬢様、天式とはおならのことでございますよ。お嬢様はとっくりを手にしたまましばらくの間言葉を失っておりました。陳年も口をポカンと開けたままお嬢様とお医者様の顔をかわるがわる見つめており、庭先では夕暮れの風がそよそよと吹いておりました。部屋の中にはしばらくの間何とも言えない不思議な沈黙が漂っておりました。庭先の木々だけが静かに揺れ続けております。お嬢様はしばらく黙っておりましたが、やがて涼しい顔を作ってこう申しました。さようでございますか。それではこのとっくりには少々入っておりますな。その落ち着いた受け答えにお医者様は思わずまた笑ってしまいました。夕暮れの庭先には空になったとっくりが一つ静かに置かれており、遠くで寺の鐘がボーンとゆっくり響いておりました。遠くで寺の鐘の余韻がいつまでも静かに響いておりました。古典落語天式でございました。それでは皆様、今夜もごゆっくりおやすみなさいませ。